はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日は皆さんにこちらの商品を紹介します。iPhone 15。16ではありません。15です。では早速、箱を開封したいと思います。やはり、新しい iPhone を買って、箱を開ける瞬間というのは、ものすごいワクワクする瞬間じゃないですか。では、箱を開けます。3、2、ワンオープン。あれあれ iPhone が入ってない。あれそりゃそうです。今この映像を撮ってるのが iPhone 15になります。ちなみに私がこちらの iPhone 15を買ったのは最近の話ではなく、昨年2023年の9月のことになります。ではなぜ1年前に買った iPhone 15の話を今更しようと思ったのかというと、本当は去年買った時にこの動画を作ろうと思っていたのですが、なんかめんどくさくなって気がついたら1年が経過していました。このまま iPhone 15ネタをボツにしようかと思ったのですが、 iPhone 16が発売された今だからこそ、この動画をご覧の皆さんにどうしても伝えておきたいことがあり、動画を作ることにしました。まずはこちらの画像をご覧ください。なんと私の手元に iPhone 15が2台あるではありませんか。ちなみにこの画像は1年間私の iPhone の中で眠っていた写真です。ようやく日の目を見ることができました。私は昨年 iPhone を初めて Apple のサイトで申し込んで、注文開始日に申し込んで購入しました。その前に使っていた iPhone 12 mini は確か家電量販店で買ったと思います。ちなみに私は iPhone 12 mini から SIM フリー版に切り替えました。某有名人気 YouTuber のように iPhone 争奪戦の様子を撮影していないのが私らしいですが、 iPhone は発売日当日に届きました。 iPhone 12から iPhone 15への機種変なだけあって、動作がサクサクだし、バッテリーは持つし、最高ですね。サイズ的には標準的な大きさにはなりましたが、持ち歩いてても全然違和感もないです。それにやっぱり画面が大きいのはいいですね。と iPhone 15を数日間使っていたある日、私はあることに気づきました。こちらをご覧ください。こちらの写真も1年前に撮影したものです。分かりにくいかもしれませんが、カメラレンズの周囲にうっすらと白い跡みたいなものがついてるんですよ。見えますか？ iPhone ってレンズの周りが土手みたいになってるじゃないですか。この土手のふもとの、そしてレンズのこのラウンド、ここのところにうっすらと白い幅1ミリほどの線というかプレスの跡みたいなものがついてるのに気づいたんですよ。こうやって iPhone を手に取って iPhone かっこいいなって眺めてた時に、あれなんか跡みたいなのがついてると思って、一応洗剤とかあと唾でこすってみたんですけども、それは消えませんでした。さあここで問題です。皆さんならどうしますか？ 1. 自分は大雑把の大型だから気にしない。2. 諦める。3. 交換する。ちなみに私の血液型は神経質の A 型なので1は無理です。一瞬ですね、2も考えたんですけども、私は執念深いので2もダメでした。そこで私が取った行動は3でした。そこで私がまず考えたのが、Apple Store に行って店員さんに直にこの状態を見てもらおうと思いました。家電量販店はダメだと思います。ちゃんとした Apple Store、 そこに行って店員さんにこれちょっと見てくださいよ、白い跡みたいなのがついてるんですよ、どうしてくれるんだよ、とりあえず土下座しろと言ってやろうと思いました。そう思って私は最寄りの Apple Store の住所を調べました。ちなみに私は北海道の札幌に住んでるんですけども、なんとですね、
札幌から最寄りのアップルストアの店舗というのは東京でした。信じられますか？人口200万人の札幌市にアップルストアがないんですよ。昔は札幌にも店舗があったんですよ。ところがいつの間にかなくなっていたようです。私は途方に暮れました。そして iPhone が届いてから10日経ったある日、Apple のサポートにダメ元で電話してみようかと思いついたのであります。電話して、お宅のネットで買った iPhone に白いプレスのような跡みたいなのがついてんだよ。どうしてくれんだよ。とりあえず土下座しろと言ってやろうと思いました。もし電話して状況がわからないと言われた時のためにこちらの写真を撮りました。必要ならメールで送ってやろうと思い、私はドキドキしながら Apple のサポートに電話しました。プロの YouTuber ならこの時の電話のやり取りの様子を撮影すると思うんですけども、私にはそんな心の余裕がなかったので撮影はしていません。そしてサポートセンターの担当からはこう言われました。誠に申し訳ありませんでした。返品か交換の対応させていただきますと。私がもしかしたら頭のおかしいやつで自作自演で iPhone に傷をつけたのかもしれないのに、担当者は逆にこちらを気遣い返品や交換を行うと言ってきたのであります。すごいね、Apple。ただしこのような対応をしてくれるのは製品を買ってから2週間以内。2週間以内であれば Apple は返品や交換をしてくれます。仮に製品を交換する際の手順としては、先にこちらの iPhone を向こうに送り、それを向こうで確認してから新しい iPhone を発送するという流れになります。この間約10日間かかるそうです。しかしここで問題が発生しました。それは何かというと、私が以前使っていた iPhone 12 mini が私の手元にはその時すでにないということです。実は iPhone 12 mini は15が届いた3日後くらいにメルカリで売却しました。その時のお話はそのうち動画にしようと思ってます。こちらも1年前の話になりますが、それなので私の手元にあるスマホはその iPhone 15のみで、それを返却したら10日間私の手元にスマホがない状況となるんですよ。これはね、参りました。確かに私には友達がほぼいないので LINE は1ヶ月に1回なるかならないかぐらいなので、まあいらないっちゃいらないんですけども、当時私は無職でした。派遣会社から仕事のお話がいつ来るかわからない、そんな状況だったので、やはり10日間スマホなしは厳しいという判断になりました。そこで私が取った方法というのは交換ではなく返品です。先ほども申し上げたように、この iPhone を交換または返品できるタイムリミットはあと4日しかありませんが、その4日以内に私がどこかのお店で新規で iPhone 15を購入し、SIM カードをそっちに入れ替えて傷ありの iPhone を返品するということをサポートの人に伝えました。なのでサポートの人からは4日以内に返品の連絡をくださいということで、この日の電話は終了しました。さあここからが大変でしたよ。なんせ4日以内に iPhone 15を手に入れなければいけないからです。もしそれができなければ、この傷ありの iPhone を使い続けなければならないからです。幸いこの時の私は自由に動ける身だったので、とりあえず札幌市内の有名家電量販店に iPhone 15の在庫確認の電話をしました。しかし当然ありませんでした。なんせ発売日からまだ10日しか経ってませんから。わかりますか？しかし大野マンは諦めませんでした。もうね、いても立ってもいられなくて、札幌市内の他の家電量販店に片っ端から直に行ってみることにしました。出かけたのはサポートに電話したその日か翌日かは忘れましたが、
ちなみに私が購入したのは iPhone 15の容量は 128GB、 色は黒。色はできれば黒がいいんですけども、容量はもしお店に 258GB しかなかったら値段は高くなりますが、それでもいいとその時は思ってました。家電量販店を3店舗くらい回って、札幌市内にはないなと思い、私は札幌から出ることにしました。そこで私が向かったのは北の方、札幌の中心部から車で 4,50 分走ったところにある岩見沢市で奇跡が起きたのであります。岩見沢市にはケーズ電機があって、私はお店に入ってすぐアップル製品コーナーに行って、こうガラスケースを覗き込みました。iPhone 14が3台あるんだ。その隣は iPhone 15。容量 128？ 色ブラック？みたいな。なんと札幌以外のお店で iPhone 15を見つけてしまったのであります。しかも私が狙っていたモデル、しかも在庫はその1台。いやね、ほんとびっくりしましたわ。この時の状況もですね、手元には返品待ちの iPhone しかなかったので撮影はしていませんけども、そして帰宅して撮った写真がこちらになります。右が Apple に返品する iPhone、 左がケーズ電機で買ってきた iPhone。 帰宅した私は再び Apple のサポートに電話し、返品対応をお願いしました。